Easy, easy, easy. 結構インコース攻めてる感じがする。面白い。これじゃちょっと下すぎる。めちゃくちゃ綺麗だなこれ。トヨタイムズの富川裕太です。11月5日まで行われましたジャパンモビリティショー。平日も週末も大盛況でしたけれども、トヨタブースで大きな注目を集めた技術の一つが新操作系と呼ばれる、足を使わずに手だけで全ての運転操作ができる未来のステアリングシステムだったんですね。およそ1年半にわたる開発の裏側に密着しました。ジャパンモビリティショートヨタブースです。こちらの目玉の一つがこのランドクルーザー250です。ただこちらただのランクルじゃないんです。中見てください。ほら、新操作系のステアリングがついているんですね。アクセルペダルもブレーキペダルもない新操作系、改めネオステアと呼ばれる未来のステアリング。これは全てこのハンドル周りで操作ができちゃうっていうことですね。そうですね。もう本当にオートバイをベースにしてアクセルとブレーキをステアリングに収納することによって全ての操作がステアリングで完結します。こう語るのはチーフエンジニアの森津さん。なんとわずか1年ほどでここまでこぎつけたとか。でもここに来るまでは相当な苦労があったんじゃないですか。まあそうですね。でも本当にチームのメンバーにも恵まれましたし、会長にも後押ししていただきまして、やっぱりなんていうんですかね、みんながこういうものを目指して開発するんだっていう気持ちが一つになると、すごくトヨタってパワーがあって、実現するまで転がり出すとものすごく早かったです。足で車を動かすという根本的な概念をもひっくり返すこの新操作系。新型ランドクルーザー250に初めて組み付けられたのはジャパンモビリティショー開幕のわずか2週間前のことです。よろしくお願いします。八王子の施設に訪れたのはパラアルペンスキーのメダリスト森井大輝選手。ワクワクドキドキが止まらないというか、本当に今日というか今日朝僕太陽が昇ってまだ朝焼けな状態で目が覚めてるぐらいそうですね、もうなんですか、楽しみで仕方がないというか。今日ようやく僕らも森さんとの約束がランクルで果たせるっていうので楽しみ、はい、楽しみです。はい、お願いします。はい。森井さんとの約束、実はある人と去年交わした約束が開発のきっかけでした。失礼します。うわ、かっこいい。やばい。すごい。どうすか。いや、もういやないです。いやもう言葉にならないですね。このランクルもかっこいいですし。うわ、ドアの動かです。はい、はい、どうぞ。すごい。いやー、これはなんかそうですね、これはかっこいい。
言葉にならないとはまさにこのこと。そんな森井さんが約束を交わした相手って一体誰なんでしょう。まずあれですよね。はい。去年の6月頃ですか。そうですね。社長の秋夫社長にはいお会いをして、そうですね。僕がちょうど自分の乗ってるランドクルーザーの横でちょうどこうご挨拶した時に「君これに乗ってるのか?」っていうのを声をかけていただいて、でそこからその僕の困り事だったりだとかをこうお話をした時に「よし分かった」とで、はい。で多分その日かその翌日ぐらいに森選手が、はい。今ランドクルーザー乗っててお困りだから何とかいいもの作ろうという話で。でアクセルブレーキペダルの下に足が入らないように足を折ってあげるんですね。で基本的にはこの手動装置がついてるんですけれども、これを引っ張るとアクセルで前に押すとブレーキ。でもそうするとどうしても左右非対称な姿勢になってしまうので、例えば長時間運転をしてたりなんかすると右肩痛くなってきたりだとかしてきますね。こうした困りごとを豊田会長に相談し、その直後から始まった開発。森井さんもアドバイザーとして開発メンバーに加わりました。まずチームが作ったのはさまざまな形の模型です。それをゲームを使ったシミュレーターにつなぎ、どのような形が操作しやすいのかを検証しました。ブレーキが今片側そうですね、今点火でちょっと今右側なんですけど、もしご要望であればちょっと両方はいかないんですけど、左側でブレーキも再現できるので、逆に左ブレーキを使うことによってまた右手が世話したいとか忙しいのがやっぱりなくなるんで、よりそのハイスピードでも安定してこう落ち着いてというか、そのランドクルーザーでそれこそクローラーではないですけど、ちょっとこう岩場とかを本当にこのハンドルでこの操作でちゃんとこう走れて止まってとかで、その時にすごいブレーキって重要なんで、それこそこれで本当にそういうところも走れるぐらいのこのタッチがあるからいいなって。1週間後、もう一人仲間が加わりました。トヨタイムズニュースでもおなじみ、車椅子 YouTuber として活躍する渋谷真子さんです。渋谷さん、本当に今日はどうも遠方ありがとうございます。皆さんも見られたかもしれませんが、昨年末にですね撮影したトヨタイムズニュースでトヨタモビリティ基金の活動で渋谷さんにお越しいただいて、豊田社長とも対談という形でやってもらいました。その時の縁がきっかけで渋谷さんも仲間入りすることになったんです。どういうその障害のある方に優しい車を開発中なんですか。今はフレンドマチク車という車がありましてね、で、ハンドルの部分にこうノブがついてて、これを回していただくというような操作なんですけど、ステアリングにあんま言わなくていいかな、いろんなものがついてる秘密がいっぱい詰まってるんですね。秘密がいっぱい詰まってます、ですからステアリングで全て操作ができるような今仕組みを開発してます。ぜひ一度ちょっと乗っていただいて、ぜひぜひぜひ、書類の上でね、ああのこうだって言ってるよりもね、作っちゃった方が早い。なるほど。作ってね、使ってもらう、それで直していくっていう方がね、結局実用化にはもう一番の近道だよね。本当ですね。渋谷さんもありがとうございました。ありがとう。まずは作ってみる。その言葉の通り、開発はスピーディーに進んでいきます。もう本当に量産していくことを前提に今開発をしてます。ぜひとも使っていただいたご意見を反映して世の中に出していきたいと思いますので、今日一日短い時間ですけどよろしくお願いします。ありがとうございます。お願いします。ありがとうございます。ここだけアクセルと思ってください。はい、でブレーキが、バイクと同じようなここ引いてください。これがブレーキです。はい、以上です。はい、アクセルとブレーキ。でこちらのブレーキも試しにちょっとブレーキしてみます。はい、こんな感じです。これって実際の軽さなんですか？まだ調整中ですね、そこは。なんか手の大きさでちょっと変わってくるかなって思うので、私今結構多分ギリな
この第一関数がかかるのが、そこがそうです。ちょっと怖いかなっていうのはあります。こうした忌憚のない意見こそ開発陣が期待していたもの。ゲームとしてはとてもすごい素敵なね、あれだと思います。ただ実写になった時のそういう細かいバックとかやっぱ駐車とか本当にこうありとあらゆるこの車を乗ってる時に起こるシチュエーションに対して新しいこの形がちゃんと安全に乗りやすくできてるかっていうのはやっぱ実際に車に乗ってみないとわからないことなので、また自分たちが想像できてなかったこと、これが気づけたのがですね、非常に自分にとっても開発のメンバーにとっても大きかったかなと。シミュレーションで課題を洗い出したら技術開発陣の出番です。空想のステアリングシステムを一から形にしていきます。前回の、ゲームのようなものだとこういう機構とかなくてですね、とても簡易なものになってます。でそれだと当然ですね、車につけて走らせるということができないので、車につけて走らせるということになるとやはりこれなりの構造っていうのが必要になってきます。まずは作成した図面をもとにパーツ作りです。この日作るのはこちらの青い L 字型の部品です。図面を高精度に具現化する技能の見せ所です。これが完成になります。記念すべき一つ目の部品。やっぱり部品できてくると感動しますよね。思い描いてたものが実物になるっていうのはやっぱりそれなりの皆さんで達成感も味わえますし、こうして一つ一つ丁寧に部品を作り上げていき、少しずつステアリングの形も見えてきました。しかしこれじゃちょっと下すぎる。人差し指しかブレーキ握れない。一筋縄ではいきません。作っては直し、作っては直し、その繰り返しです。すべての部品が揃ったのは3月上旬のことでした。すごいですね。いいですね。ちょっとこれからあとテーブルがつくからバランスが良くなるかもしれない。ご無理ってお願いしたこの角度とかもちゃんと再現いただいてて。完成したステアリングがこちら。試作品感満載です。組み付けたのは開発試作部という専門の部署の皆さんです。やっぱり、いろんなお客さん電車の中で、そういった障害のある方が面白く運転してもらえるような開発に携わっていただいて、本当に、今回やってよかったかな。そして実写への取り付けが始まりました。壊れました。試合壊れました。まだなんか根本的にどっか当たってるってことかな。試行錯誤の日々が続きます。季節は変わり春、組み付けが完了しました。はい、こちらになります。もうほとんどですね、トヨタの試作部だったり現場の皆さんがですね、手作りで図面も引き加工もしということで、もうほぼ内製で手作りで作り上げた形になっています。
まだ骨組みのような形ですが、ついに新操作系で車が動きます。さらにタイヤとステアリングを物理的につながず電気信号でタイヤを操るステアバイワイヤというシステムも搭載。障害をお持ちの方でもですね、しっかり操作ができるように90度ここで振る、ステアリングの状態になっています。これ以上回しますとどうしてもこう手を離しながらじゃないと運転ができないもんですから、特に障害を持たれた方ですとですね、この手を離しながら操作をするというのが非常に危険を感じるという方が多いもんですから、この90度でなんとか成立しないかというところを探っているところでございます。一体どのような操作性なんでしょうか。この日を待ちわびていたのはシミュレーションを体験したあの2人です。引っかかりがすごい少ないですね。少ないですか。ブレーキを緩めていくとクリップで動き出します。少ないのでしっかり段の木ですごい。この車線の車幅をいっぱいに使って走ってもいいですか？面白い。続いては U ターン。わおすごい。これは楽ちんだ。ありがとうございました。お疲れ様でございます。これは未来ですね。僕たちにとってはこれは面白い。エンジンスタートはどこですか？はい、ブレーキかけて入れるので、はい、しっかり握っていただいてボタンを押してください。かかった。もう一度お願いします。あ、結構本当にギュッと、あれしないとダメですね。はい。で、ブレーキだとかもここで左手で確認していただいて。はい。結構車なんか普通にかけるとちょっとしたやつでかかりますね。ちょっとの曲がりで思ったより曲がる。こう？結構インコース攻めてる感じがする。これバックとか大変そう。バックのイメージが全然つかんない。渋谷さん待望のバック、そして縦列駐車に挑戦です。で、はい、バックに入れます。こういって結構ギリまで行ってこうだ。おいいね。初めての感覚に戸惑いつつも2人とも笑顔があふれていました。乗った感想としてはもう未来しかない。で本当にこの操作をですね待ち望んでるその車椅子ユーザーだけではないと僕は思うんです。そういった皆さんにこの技術を早く届けてあげたいなというふうに思うので、どうぞこれからも。固定概念にとらわれないというか、新しくしていくために多分すごい大変なことはあると思うんですけど、やっぱできてしまえばそれがきっと今後は当たり前になっていく中で、これが当たり前じゃなかったからこそこう諦めてた不便さっていう部分も今後解決していくのかなというふうに今回。進むべき方向性が見えてきたことで、ここからはさらにピッチを上げて開発が進んでいきます。どうしても遠く感じちゃったので。6月、見た目もさらにスタイリッシュに進化しました。行ってきます。はい、お願いします。おー、すごいスムーズ。おー、気持ちいい。なんかもうすでに気持ちいい。この日は
私も試乗させていただきました。慣れてくると本当自分のその思い通りに動く感じ。だからハンドルよりも思い通りに動くんじゃないですか。体の動きとですね、車の動きが直感的なんで、ね、向かいたい方向にこうぐーっとこう押し込まれていく感じ。へえ、これは車の未来変わりますよ。本当楽しい。車の楽しさも体感できるし、自分の移動の楽しさも体感できるし、この新しいモビリティの形っていうのが詰まってますね。ありがとうございます。未来の車変えていきますよこれ。ぜひね変えていきたいと思います。いやー面白い。いや中で感想言っちゃった。その後この日の主役が登場です。元国際パラリンピック委員会会長のフィリップ・クレーバンさんです。I'm in. Okay. Oh, 進みました。 oh, we've got 行ってき a. ます。 Oh. No, very. This is so. This is so easy. おお。 Easy, easy, easy. これはいいコメントですね。いいっていうのは嬉しいですよね。いいグッドですね。本当に嬉しいです。ずいぶんと気に入ったようで。One more time. They're insisting. S 字カーブも。This. Yeah. Got it. Oh, again. Did I? I don't know if I. I don't know if I did. You did. 操作性がものすごく簡単だってイージーっておっしゃってましたけど、それってやっぱり重要なことですか？ Well, it's important when I'm driving a new car that I've not driven before, because if I'm not comfortable with it, then I've got to really concentrate. In England, we drive on the same side as in Japan. But if then I go to the US on holiday and get a higher car, then everything's different because my accelerator and brake is in my right hand, then it's in my left hand, and I'm not used to it. Then, I drove a long way in the US, but it took me 1 or 2 days. This has taken me 1 or 2 seconds. The system, it's just limitless. Yeah. Thank you so much. I love it. Like I love Toyota. 開発スタートからおよそ1年、乗りたい未来を探す旅は今も続いています。開けました。おおや。おお。めちゃくちゃ綺麗だなこれ。モビリティショー開幕直前の9月、今までついていなかったウインカーやワイパーなどのスイッチ類もステアリングに搭載されました。なんとか世の中に出せるような車を一台仕立てないかんなと思ってて、でその後はいろんなやっぱり車に発展させていきたいなと思いますね。このステアリングがあることで喜びを感じてくださる方々たくさんいらっしゃると思うので、それを目指してやっていきたいと思います。モビリティショーに出すということは車の未来を変えるっていう、第一歩かなと思ってます。そのモビリティショーではこの人だかりです。展示されたのは開発陣が思い描いているもう少し先の未来の姿でした。本当にいろんな方が使うことができる、それこそ僕が運転したものを僕の家族がまた乗ることができたりだとかって、本当にそういう未来がこのトヨタブースには詰まっていたなというふうに思っていて、僕は本当にただただ嬉しかった。ここからはですね、新操作系の開発を統括してきました中島博樹副社長にお話を伺ってまいります。中島さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ネオステアと名付けられました新操作系のステアリングですけれども、足を使わないで手だけで運転すべて操作できるっていう、まさに今までにない発想ですよね。これ命題をいただいた時にですね、どういうのが回答だろうかってさまざま開発メンバーとも考えたんですけれども、やはり起点となったのはバイクをイメージしました。バイクっていうのは非常に
人とメカが一体となって自分の操ったように動くというこの醍醐味をですね、車でも味わってみたらどうだろうかっていう本当にプリミティブな発想から生まれてきたんですね。なのでこれだけ皆さんに喜んでいただけるものができたんではないかなっていうふうに感じています。なるほど。ですから車って考えると未来を変えていくような、私も乗っていて感覚になりました。特にそのアクセルペダルブレーキペダルがない世界、これ車ができて以来ずっと存在している部品だったもんですから、なくすというのは当然勇気がいることなんですけど、なくしてみて車を作って初めて分かったのが足元がフリーだということのこの自由っていうのはどれだけ運転に対してアドバンテージがあるかということを改めて開発のメンバーまた参加いただいた皆さんとシェアできたことが大きかったですね。一からどんどんこう進化させていくっていうのは比較的こうみんなでガッと挑戦しやすいと思うんですけれども、0から1を作るっていうのはものすごく大変だと思うんです。これはですね技術面というよりも少しメンタルの面があるんじゃないかと思うんですね。今回も当時豊田社長と森井さんの何気ない会話からでも困りごとを聞いた会長としては技術がどうのこうのではなくてこれを解決すべきだと思われたと思うんですね。そういうことがダイレクトに今は非常に近い関係でコミュニケーションも取れるようになってますから、すぐ翌日には話が降りてくる。そうするとこれはどういうことだっていうことよりも期待感が持てる夢が持てるアイディアをいただいたなっていう感じがするんですよね。なのでそこからはもう本当に先ほどの開発陣が話してたようにもうとにかく苦労というよりは楽しくて仕方がない。で一つ乗り越えるとまた次の新しい課題が出てくる。でもゴールがみんな共通で見てますし目の前にお客さんがおられるわけですね。森井選手、渋谷さん、クレーバーさん、さまざまな方の意見をいただける、まさに彼ら彼女らのために作ろうという思いが開発の現場で起こってるんですね。ですからきっかけをいただいてそのきっかけがあるからこそ開発陣が盛り上がれる。なんとなくこうトヨタらしい開発のスタイル、なんとなくクラウンのことを思い出しますけどそういうのがトヨタらしいのかなっていうふうにも感じてます。もう取材何回もさせていただきましたけれども、行くたんびに形が変わっていて改善が進んでいて、まさにこの使いながら作っていくっていう明夫さんがおっしゃってた通りの形でしたね。そうですね。モータースポーツでも代表されるようにやはり短い期間で納期を決めて大きな目標を達成する前に明日明後日の目標、近いところでの目標をしっかり立てること、そこに向けて一つクリアできれば次の課題が見えてくる。往々にして我々の開発って大風呂敷を広げてですね、未来はこうだって言うんですけど、環境はどんどん変わってまいりますし、使う方々も違う。そういう意味では今回のネオステアの開発というのは本来の我々の車開発のあるべき姿とも言えると思うんですね。この経験をネオステアの開発を推進するだけじゃなくて他の新しい開発もしくは従来の車の開発にも生かしていきたいなと思っています。トヨタイムズニュース特番の時です。収録が年末でした。配信は2月でしたけれども、あの時にいやこういうのを開発してるんだ、渋谷真子ちゃんもどんどんこう乗ってみてねっていう会話があって、もうわずか1年余りこのスピード感っていうのはものすごいですね。そうですね。これ具体的には昨年の6月に先ほどビデオにもありましたように、森井選手と会長の会話から始まり、実はその9月にまさにプロトタイプとなるようなもの、これは机の上でしかまだ使えないものだったんですけど、模型を当時豊田社長のところに持っていき、いろいろああだこうだと議論したんですね。その時覚えてるのが自分がやたらと興奮してですね、具体的な説明よりもこれがどんだけ楽しいかっていうことを一生懸命伝えようとしたばかり、あまりにも会話が成立しなかったと覚えてるんですけどやっぱりこの初めて触ってみたその操作感だとかフィーリング、今までにない未来感、おそらくこういったことが開発陣自体もですね非常に鼓舞をされて、ぜひとも実現しよう。当然たくさんの困難があることはもう承知の上なんですけど、本当に森津以下のメンバーが本当にやる気を出してくれて、でこれをぜひ実現しようという強い思いが出た、これが全てかなと思います。なるほど。今森津 CE っておっしゃいましたけれども、森津さんってランドクルーザーのチーフエンジニアですよね。開発担当が福祉車両を今まで扱ったことのない皆さん、これはどういうことだったんでしょうか。やっぱりこれ森井選手、それから渋谷さんにも教えていただいたんですけれども、やはり特別な方が運転する車っていう発想ではなくて、みんながもっと楽しめる車っていうふうに考えた、まさにモビリティフォーオールっていう概念があったからだと思うんですね。実際にはどうだったんですか。そのランクルチームがやったことによってこんなものが生まれたんだっていう。まずですね、やっぱランドクルーザーですから、このネオステアでオフロード走れますかと。
そうですね。当然こういう注文は必然的に出てきますよね、そういった時の操作性っていうのはアクセルペダルの操作性だとか非常に微妙なコントロールをしながらああいう岩場とかを走るっていうランドクルーザーのオフロード走行、これがネオステアでもできるかどうかっていうのは非常に大きなチャレンジだと思いますし、会話の中で森井選手も少し言われたと思いますが、この操作系でそういうオフロードからオンロードまでシームレスに使っていけるかどうかでないとネオステアにはならないと思うんです。まさに私も体験させていただいてものすごく楽しかったんですけれども、クレーバンさんももう一周もう一周って言って VTR 上では1周しただけですけれども5周ぐらいずっとね走ってました。それだけ楽しめるみんなやっぱりもうこれ最大の原動力は乗られた皆さんの笑顔なんですね。で自分たちも笑顔になる、でターゲットとしたお客さんも笑顔になる、で開発して仲間も笑顔になる、でどういうものなの新しく体験してみたい。今回のそのジャパンモビリティショーでもですね本当にたくさんの笑顔を見せていただきました、幸せを量産するというこの大きな概念をですね少しでも実現できるシステムなんじゃないかなというふうに体感した次第ですね。しかもまさに下肢に障害のある方だけではなく皆さんが楽しめるステアリングと思っていいですね。そうですね。これ作ってみるときはあくまで森井選手だとか渋谷さんのような方をターゲットにって思って作ったんですが、運転してみたら先ほどの富川さんのコメントにあったようにみんなが楽しくて仕方ない、で足元がフリーだということはさまざまな法律とかはあるかもしれませんけれども、足元をもっとフリーにして運転できるという操作自体はですね体験したことないですから、実は意外にも運転している時に足元ってずっと意識しながら使ってますから、結構疲れるんですよね。乗ってみると意外にも全身がリラックスできて、運転姿勢っていったものは結構体に対しても負荷になってるんだなということを改めて感じた。これが今まで常識だったもんですから疑わなかったんですけど、ペダルをなくしてみて初めて分かった事実ですね。モビリティショーでもいろんな方にですね、いつ実用化されるんですかって聞かれたんですよ。代表して聞きます。いつですか？もうできるだけ早くということだと思いますやはりジャパンモビリティショーという場に出すということは我々技術者にとってみれば、当然さまざまなお客様からのフィードバックをいただくという場でもあるんですけれど、やはり車の未来を変えていこうと言ってるわけですから、自分たちが意識してこれを世の中に出すということを、ある意味コミットする場でもあるんではないかと思いました。当然たくさんのいい意見もさまざまな課題も教えていただきましたので、これをしっかり織り込んで量産に頼る商品にいち早く出していきたいと思います。なぜランドクルーザー250を選んだかっていうことですね、たくさんの他の車もありましたけど、現実に発売される車で実現しようという思いがあるからこそやっているというふうにお考えいただければと思いますこれは面白い。ランドクルーザーでまず新車でオプションとして新操作系ネオステアっていうのを選べるようになる。そういうことが私たちの理想なんですね。やはり選択肢を広げるというのは非常に大事なことで、通常のステアリングがいい方もらえれば新しい、チャレンジをしてみたいというお客様もおられると思います。さまざまな方にさまざまなソリューションを提供していく、まさにそのマルチパスウェイだと思うんですね、ですからモビリティフォーオールマルチパスウェイ、それを具現化する一つの形としてのこのネオステア、さまざまな車にも将来つけていきたいと思いますし、やはりまずは森井さんとの約束があります。彼のランドクルーザーをランドクルーザー250ネオステアに変えたいという開発陣の思い、強い意志がありますので、ぜひとも実現したいですね。最後にですね、この新操作系ネオステアをトヨタが開発する意義というのはご自身やはりこれは全ての人に移動の自由をということが掲げている目標でもありますし、先ほど来申し上げている通りさまざまな障害のある方もおられますし、もしくは新しい運転操作フィーリングっていうのを味わいたい方もいる。やはり未来はみんなで作るものですから、これトヨタがというよりもこういう提案をして、じゃあトヨタ車以外にもこういう操作系をつけるにはどうしたらいいかだとか、もっともっと広くですね議論していきたいですし、ジャパンモビリティショーっていうのはそういう意味でさまざまなある意味競争相手かもしれませんが、そういう方々にも乗っていただけるチャンスですから、そういうところで輪が広がり、いやうちの車に乗せようよって言われればこれは喜んでですよね。やはりモビリティフォールはもしくは未来は一人で作るものではないと思うので、みんなの力を借りて作っていく、そのスタートラインをトヨタが切れたということだけではないかと思っているので、また他社にもいい技術があれば我々はそこにもアプローチしていきたいと思いますので、こういう環境をどんどん広げていければと思います。
そうやってみんなで未来を作っていくっていうのはこのモビリティショーでも形が見えましたけれども、非常に大切なことですね。そうですね、従来であればこういう技術ってなかなかオープンにしないものです。ラインオフが決まっているものを直前に出したりするんですけど、正直言ってまだ生煮えなところがありますが、早く皆さんに見てもらうことによってですね、新たな仲間を積もり、もっともっといい車に作っていくといういい結果になったと思います。これからも頑張ってまいります。楽しみにしております。ここまで中島さんにお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。